こんにちは、MD ジャックです。ご視聴ありがとうございます。今日も元気な愛です。愛ちゃん、こないだ買った ZSN はもう来た？いいえ、パリに注文しましたからまだですね。そっかそっか。じゃああと1週間くらいだね。ですね、待ち遠しいな。ジャックさん、今回のレビューは KZ じゃないんですね。愛はこのメーカー知らないです。そっかそっか。キネラのイメージは低価格でもやたらデザインが良く、ハイエンドモデルも扱っているなぐらいな認識だったので、今回ちょっと調べてみたよ。へえ、覚えておいた方が良さそうですね。そうだね。愛ちゃん、ラインナップ見たらきっとデザインいいから欲しくなるよ。そうなんだ。まだ ZSN も来ていないというのに。でもなんだかワクワクしてきましたよ。あはは。後でチェックしてみて。キネラはご視聴者様からのリクエストがあったし、私も前から気になってたんだよね。でも思い出しては忘れてしまっていたので、リクエストをいただいた日に忘れないように即注文したんだよ。エイジングやら他の動画の制作やらでまた遅くなっちゃったんで、気合い入れていきましょうかね。はい、気合い入れていきましょい。今回はキネラシード、シフを比較しながら見ていきます。まずはシードから。既存モデル BD005E などの開発データノウハウをもとに開発されたハイブリッドモデル。日本向けに仕様や内部構造が改良されたようです。微ケーブル対応の MMCX 仕様と洗剤も変更になり、ハイファイ号のサイトで確認してみましたが、確かにケーブルは2ピン、洗剤も別のものが使用されていました。シードというと、アップルシードとかガンダムシードしか思い出さないけど、神話にまつわる命名のようですね。そしてシフ、キネラ初の 1DD モデル、北欧神話の女神シフから命名されたものと思われ、キネラには他にも美と愛の女神フレイヤの名を冠するモデルや、オーディーン・イドゥンなど、北欧神話の神の名を冠するモデルがありますね。全部聞いてみたい。わあ、なんか素敵ですね。それ聞いただけで欲しくなっちゃった。ああ、完全に沼に落ちるなこりゃ。って私が落としたんですけどね。いや、それにしてもアニメキャラやモビルスーツの名前が、神々の名前から付けられたものが多いこと。これ話し出したら、それだけで動画1本作れちゃいますわ。ちょっと脱線しました。戻します。どちらもそんなに新しいモデルではありませんが、このチャンネルでは触れておきたいモデルです。シードは 1BA プラス 1DD で、ダイナミックドライバーは 8mm。シフは 10mm のポリマー系 SPM ダイヤフラム。シフの方が低域が出そうなイメージですね。筐体形状はシードを踏襲、ノズル先端部がシードと違いますね。どちらも特徴があります。インピーダンスと感度、特にインピーダンスが違うので、シフの方が感度が若干数値は上ですが、音量はシードの方が取りやすそうなので、ちょっと試してみました。こんな感じで同じ音量だと、ラウドネスメーターで 1.5dB ぐらいの差がありました。実際、曲で比較してみましたが、シフの方が確かに音量は小さく感じました。筐体が同じ形なので、装着感は同じです。それと本体がとても軽いんです。TWS だと 4g ぐらいで軽いと思いますが、実測でシードが 2.5g、シフが 2.7g ですから、これは特徴と言えるでしょうね。耳のくぼみにピタッと合うように調整すると、収まりはとてもよくはみ出さないし、軽さから耳への負担も少ないです。聞こえ方に直結するところなので、アジャストはしっかりするようにしています。付属のイヤーピースは軸の部分が長めです。手持ちのエアピと比較してみましたが長めですよね。1ミリ程度の差ですが、この差は音収録をしていると波形にも現れるので、聞き味にも影響します。経験上ですが鼓膜から距離がある方が低域が若干抑えられ、高域の周波数帯のピークが下がります。推測でしかありませんが、シードもシフも色は違いますが軸の長さが同じに見えるので、装着した時のベストポジションはこれでどうでしょうって提案されているような気がしました。いつもは付属のイヤーピースはしまっちゃうんですが、今回はそういう意図もあるかもしれないし、質感も悪くないので使ってみようと思っています。では音質比較動画です。Cause at the start everything is great. The time goes by and all time's great. It's like the law of life. What goes up goes down. Yeah, oh yeah.
したか？早速波形を見ていきましょう。愛ちゃん、この波形見て何か気づいたことある？そうですね。愛はまだ経験が浅いからはっきりはわかりませんけど、グレーのピンクの薄き髄線からの上下幅が大きくないですか？それに、前回の KZ の3モデルはこんな感じじゃなかったですよね。そうだね。測定した時にちょっと驚いたんだよね。じゃあまずシードから。シードは低域控えめ、200から 2kHz の帯域はよくある形。2から 5kHz の中で 3.5kHz あたりのピークが結構強力。6kHz 以上は弱め。3.5kHz あたりのピークがちょっと極端な気がして、KZ-ZSN もこの帯域結構出ていたので、比べたのがこれです。2の部分ですが、やはりシードのこの帯域はかなり出ていますね。音質比較の聞き比べでも、サックス、ボーカルが前に出ていたのがはっきり分かりましたからね。1と3の帯域が弱めに感じるので、中高域中心のチューニングだということが分かります。本当に随分 KZ と違うんですね。そうだね。私もこういうチューニングは初めてかもしれない。シフは 800Hz 付近をピークとした減衰が大きいため、低域がとても目立って聞こえます。2から 6kHz の帯域も弱いので、高域の線が細く感じます。8kHz 付近のピークは結構出ています。ここは KZ などでよく見る形ですね。帯域のレベル差が大きいので、どのくらいか見てみたのがこれです。レベル差があるのは良くないんですか？どうかな。いいか悪いかは私が判断できることじゃないんだけど、これだけ中域が落ちていると音数の少ない曲ではさほど感じないんだけど、音質比較の3曲目のオーケストラ系の音数が多い曲だと確実にうずもれる音があって、個人的にはあまり良い印象が持てないんだよね。今回は1曲目、2曲目のサックス、ボーカルでシードの特徴がわかるし、3曲目でシフの気になる点を聞き比べられるような選曲だったんだよ。そうだったんですね。後でもう一度聞いてみます。中域の減衰するカーブってどのモデルでも見られる形で、それ自体は聴覚上その方が聞きやすいからそういう風にしているのだと思っていますが、極端だとちょっと気になるなってのが本音ですね。ちなみに手持ちの KZ-ZST も似た波形だと思ったので比べてみました。やはり ZST も中域は似ているけど、2から 4kHz あたりはしっかり出ているので、 ZST が人気あったのってこういうチューニングが受け入れられやすいってことなんだろうなと思います。今回はどっちを買ったらいいですかね？ジャックさんに聞くんじゃなくて試聴して決めればいいんですよね。もちろんその通りだよ。気に入った方を選べばいいし、気に入らなかったらスルーでいいんだし。私は両方入手してみたけど、中高域寄りのシード、線の細めなドンシャリのシフ、正直どちらも好みではなかったよ。かなり聞き込んでみたんだけどね。でもそれはあくまでチューニングの好みであって、この2モデルのポテンシャルを否定しているわけではないんだよ。どういうことですか？なんだか難しいです。そうだよね。難しい言い方をしちゃったね。偶然なんだけど、次の動画もキネラなので、その答えは次回の動画でお話しします。ということで、次回はキネラのニューモデルをレビューしつつ、シード、シフについてももう少し掘り下げてみたいと思います。このチャンネルではイヤホンのレビューを誇張表現や専門用語はできるだけ使わず、音と波形と言葉でお伝えしています。チャンネル登録がお済みでない方は、ご登録の上ご覧いただければ幸いです。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。